電気住職三木大雲です、本日は怪談説法をさせていただくんですけれども、その前にですね、実は私今、岩手県にございます水沢江差にある妙法寺様にお邪魔をしております。ということでちょっと妙法寺様のご住職にご挨拶しようと思いますので、本日はちょっと出ていただいて、お話を聞こうと思っております。ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水沢の妙法寺の梅沢と申します。梅沢上人です。よろしくお願いいたします。実はこの梅沢上人とはですね、修行時代に、ご一緒させていただいてまして、もう一緒の釜の飯を食べ、一緒のお風呂に入り、一緒に寝てですね、もう本当にもう雑魚寝状態で、一緒に生活をさせていただいて、もうちょっとあの頃には戻りたくないというぐらい大変でしたね。そんな大変な時代をですね、過ごさせていただいて、実はもう8回目になるんですけれども、この妙法寺様で毎年イベントをさせていただいておりまして、実は明日イベントの日なんですけれども、その前にですね、ちょっとお話を聞いてからというふうになったので、ちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だからこちらの不思議なお地蔵さんといいますか、菩薩様がおられるというお話聞いたんですけども、そうですね。うちの先代がこのお寺に入って、若い寺でね、私で3代目なんです。昭和のお寺なんです。すごく若くて、それでここのおじいちゃんが来る前は小高い山の上にお堂がポツンとあるような場所で、女性が内輪太鼓叩いて信仰を深めてたっていうお寺みたいです。ただその麓に湧き水が出ててね、そこにお地蔵さんが一体あったそうなんです。でその湧き水を汲んで体にかけてね、でたわしとか手でこするとその部分が良くなる。お地蔵さんにお水をかけて悪い部分。なんですが、こう昭和に入ってから町の区画整理がなってくると、アスファルト敷くでしょ。と湧き水止まっちゃうんですよ。でそれを不憫に思ったうちの先代がね、そのお地蔵さんをうちの境内内に上げてきたんです。でそれで同じようにお水を貯めるね、場所を置いてあげて、そこで皆さんでまたお清めして、その場所がねきっと良くなるようにって言っておじいちゃんが始めてくれたのがそのたわし地蔵の始まり。なるほど。私が実は今歯が痛くてですね、後でまたちょっとたわしで痛い部分をこすらせていただこうと思うんですけど、そういう体の悪い場所があったりで、もっと言うと、私じゃなくても他の方代わりにこすりに来てもいいということですね。そうです、そうです。その方の名前を言いながらと。そうです、そうです。じゃあぜひですね、皆さんお近くの方は特にですけれども、なんかちょっとお体が悪い心配なところがあれば来ていただいて、誰でもしていただいてですね。来てもいいですよ。じゃあぜひお越しいただければと思います。そしてですね、もうこれは皆さん私の YouTube ご覧の皆様はご存知かもしれませんけれども、蓮久寺の大黒様、ここが夢に出てきてくださって宝くじが当たって、本堂を建て直したっていうのがあるんですけれども、実はこの妙法寺様にも何か不思議な大黒様がおられるということで、不思議というかありがたい大黒様なんですけどね、私がその修行に行った時にこの大黒様を作ることになりましてね、でうちのお寺、このように昭和にできたお寺っていうね流れがあったと思うんですけど、まだあんまり大きくないで財力的にも豊かじゃないのでね、日本の仏師さんに本当は大黒様を頼みたかった。ちょっとやっぱり難しくてね、でとある仲介の方を頼んだら、じゃあ中国に仏師がいるよと、じゃあそちらに頼んだんです。で修行場に入ってその大黒様来るのをね待ち遠しく修行しながら待ってたんですよね。そしたらもう船で来るわけですよね、あんまりお金かけないと、なかなかギリギリでね届いたんです。でその時は本当に白木の綺麗な大黒様が届いたんです。ただ開けてみたらね割れてたんです、頭のところが。ひびが入って。要するに仏像を作る時に版画脇っていうかあんまりきちんとね綺麗に乾いてなかった。その現象が起きてしまってて、これじゃちょっとさすがにうちのお大黒様はかわいそうだということで、どうにかその修行中にその大黒様をいただきたいから直してくれと言って送り返したんですよ。そしたらちょっとお承認と手紙が来てね、時間がかかりますと。でさらに中をくり抜かせてくださいって言われたんです。でちょっとびっくりしましたね。なんでかって聞いたら、くり抜いた方がきちんと乾いて割れなくなるって言ったんです。なるほど。
でくり抜いた代わりにその間、僕に大黒さんいないんです。一生懸命拝みたい大黒さん、はい。だから大黒さんお願いですからくださいって言ったら、まあこのぐらいのね、そんな大きくない大黒さんですけど届いたんです。はい。でそこでね隅に字書いて、で大黒様海外し一生懸命今日読むんですが、その大黒様が実はうちの大黒様の話す一つ忘れてた。戻ってきた時にね、ごめんなさいね、はい。白木で戻ってくると思うでしょ。はい。色が塗られて綺麗だった時、はい。だからその仲介してくれた業者さんがね、もう本当に申し訳ないって、こんな頭割れた大黒さんね入れてしまってすいませんって言って、もう全部色を塗ってきれいにしてお返ししますからって言って届いたのがうちの大黒さんで、さらにそのちっちゃい大黒さんが実は僕のご本体の大黒さんなるわけですよ。今日読んだのそれしかないですから。だからもともといただいた大黒さんはそのかぶり物みたいに上から重ねて、私の本当の親大黒っていう大黒さん、内蔵物に。すごい。でそれが年に1回ねお披露目するのが2月3日の節分の大黒祭なんです。そうですか。大黒様の中に大黒様が。そう、大黒様おるんです。なるほど。変わってるでしょ。いや、蓮久寺も実は仏様の中に全部お経が入ってるんですよ。中がやっぱりくり抜いてあって。そうですか。そうなんです。じゃあこの中の大黒さん普段はもう見られない。できないんです。なるほど。2月の3日だけ。そう、2月の3日だけですし、なんでありがたいかっていうと、実は60年に1回しかない寝年の時にその大黒さんを作ってる、そういう機会をいただいたっていうことです。そうですか。いや、蓮久寺の仏様はもうご自身で本当に自分の体を治していかれるんですけども、そうですよね。ねえ、やっぱりなんかお魂みたいなのが入ってご自身でされるんでしょうね。なのかもしれません。すごい。じゃあということは2月3日に来たら見れるんですか。そうです。2月3日ですね。それは一般の方も。もちろん。檀家さん以外の方も。大丈夫です。じゃあぜひちょっと概要欄に詳しくまたちょっと日にちと申し込みお電話番号。電話で構いません。いいですか。じゃあ電話番号貼っときますんで、もしその2月3日参加されたい方はですね、事前にお申し込みいただいて、でお札か何かがあるんですか。そうですね。お札等々いろんなものをご用意して、福巻きもありますから、楽しみに。じゃあお札をお買いになりたい方はちょっとまたそちらに連絡を。一応年内ぐらいまでの受付にさせていただきたいなと思って。そうですね。はい。蓮久寺の方でも大黒様拝みたいという方来ていただけるんですけれども、ちょっと京都までは遠いなという方はぜひですね、この岩手の水沢江差にございます妙法寺様に来ていただければ拝めるということなので、2月3日を楽しみにお越しいただければと思います。ちなみになんですけれども、蓮久寺でも皇后仏という大黒様をお出ししてますので、もしちょっと気になる方は2月末か3月頭ぐらいになると思うんですけど、 EC サイトを頻繁に見ていただいていると、そのうちまた上がると思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。ということで本日はどうもありがとうございました。じゃあ引き続きこの後に、私の怪談説法をお話しさせていただきます。本日はですね、岩手県にございます妙法寺様に、お邪魔しておりまして、先ほどもですね、菩薩様のお話とか、後ろにおられる大黒様のお話を、聞かせていただきましたけれども、やっぱりですね、神や仏っていうものはやっぱり存在して、くださってて、なんか人間の概念だけというふうな方もおられますけれども、決してそうではなくって、やはり私たちの近くにおられるんだなというふうに改めて感じましたけれども、今回のお話もですね、それを感じさせるようなお話をお聞きしましたので、皆さんに、お話しさせていただこうというふうに思います。このお話はですね、実は蓮久寺のすぐ近くの居酒屋さんといいますか、ちょっと料理屋さんみたいなところがありまして、私がそこにご飯を食べに行った時の話なんですけれども、ご飯をいただいてますとですね、近くのテーブルで、続きましては伝説の渡辺さんみたいな話をされてるんですね。伝説どんな伝説をお持ちなのかなと思ってましたら、続きまして伝説の田辺さんとかっていうふうにしてですね、伝説の、名の付く方がたくさん紹介されてたんですね。で私思わずですね、どういう伝説の方かな、大体6人ぐらいおられまして、伝説の方がどんな伝説かな、
だんだんと気になりだして、私そのテーブルの方に行きましてですね、我慢できずに、大変失礼ですけれども、どんな伝説をお持ちなんですか、お声をかけましたら、向こうの方たちが、いや、この間違いよくあるんですよとおっしゃるんですよ。で、間違いと言いますとお聞きしましたらですね、実は電気設備の渡辺さん。皆さん電気設備の方で、専門用語でも略してですね、伝説というふうになんかおっしゃるそうなんですね。でそれで私もそうでしたか、すいません。ちょうどその電気設備の方たちと、工務店の方、大工さん数名おられまして、いやごめんなさい、すいませんでした、なんか変な間違いして、私が去ろうとしましたら、その時ですね、この電気設備の渡辺さんという方がですね、もしかして三木住職ですか、そうお声かけていただいたんで、そうなんです。いや、いつも YouTube 見てます。もしかするとこれはすごく不思議なご縁かもしれません。そうおっしゃるんですね。で、いや、どういうことですか。いや、実は今から山で起こったある話をしようとちょうど思ってたんですよ。そんな話をされるので、じゃあぜひ私も聞かせていただいていいですかということで、ちょっとその輪の中に入らせていただきまして、こんなお話をしていただいたんですね。この渡辺さん以下ですね、田辺さん、木村さん、いろんな方が6名おられまして、これが電気設備の方たちなんです。そして、工務店の方がおられたり、大工さんがおられたりするんですけれども、この方たちでですね、山の上にある施設を建てるという仕事をされて、ちょうど終わった打ち上げだったんですね。でこの山の上に、建物を建てるためにはどうするかと言いますと、まず工務店の方が行かれて、木のところにですね、切っていい木には赤、切ってはダメな木には青とかっていう風なマーキングをしていくそうなんですね。でそれが済みますと、木を切っていいやつを全部切り倒して、そこを平地にしてプレハブを立てて、そこに住み込みで、電気設備の方たちが入って作業されるそうなんですけれども、このプレハブに、入りますとですね、だいたい約工事が終わるのに山の上ですから2ヶ月ほどかかるそうなんです。なぜかというと、まず電気を遠くから引いてこなくちゃいけないですね。でそれも含めて、非常に時間がかかる作業だったそうなんですけれども、このプレハブで暮らしていますとですね、なんとなく知ってると言っても、仕事で知ってる仲間ですけれども、暮らしているとだんだんとちょっといろんな不平不満が溜まってきてギクシャクし始めたそうなんです。と言いますのもですね、プレハブの中っていうのはですね、もう本当にベニヤ板1枚で隣の部屋ですから、隣の部屋の人がいびきをかいていると非常にうるさい。そしてこちらの部屋の人がくしゃみをしてるとそれも丸々聞こえてしまう。ましてや電話なんかされてますとですね、その会話も全部聞こえてうるさいんですよね。でそんなことがあったりですね、お風呂がないので皆さんシャワーだけなんです。でそういったこともあって、疲れもあって、いろんなことがあって、どんどんと皆さん不満が溜まってくる。そしてこの話を、してくださっているこの電気設備の渡辺さんはちょうど角部屋でしてね、角部屋ですと、隣の、ところには誰もいませんから、こちらの音だけシャットダウンできれば静かに寝れるわけです。そうなってきますと、いいな渡辺さんだけ、なんとなく不平不満が溜まってくる。それを感じた渡辺さんはですね、もしよかったら今日作業が終わったらみんなでですね、下に一旦町に降りて居酒屋さんかなんかでちょっとみんなでご飯食べて、そして明日が休みですので、ビジネスホテルを借りて、そこに泊まってみんなちょっと湯船まで肩に浸かってですね、リラックスしてもう一回仕切り直しましょうというふうになったそうなんです。それはいいねということで皆さんも賛成してくださって、1台の車で山から降りて、その日みんなで居酒屋へ行った。そして居酒屋で皆さん、お酒を飲んだりですね、ご飯を食べながらみんなちょっと口々に不平不満を言うわけですね。いやいつも木村さんのいびきがねすごくうるさいんですよ。いやいや田辺さんもなんか花粉症かなんか分かんないですけども、いつもくしゃみされるのがうるさいですよ。そんな話がわーっとあるんですけれども、それを聞いた、いびきがうるさいと言われた人はですね、じゃあ分かりました、ちょっと CPAP を取り寄せて、やります。CPAP っていうこの、機械ですね、いびきが収まる機械があるんですけれども、それを取り寄せますとか、じゃあちょっと薬を買ってアレルギー性をちょっと抑えるようにしますとか、じゃあ私も耳栓買ってきますねなんていうことを口々に話していくうちにですね、だんだんと打ち解けてきた。そして渡辺さんもいつも私が角部屋ですので何日かに1回はじゃあ抽選で部屋替えしましょうなんてことで、じゃあそれもいいですね。
皆さんがなんとなく不平不満が、分かってきたので、わだかまりもなくなってきて、で、お酒も入ってますから気分よくですね、じゃあお腹もいっぱいになったんでこれからビジネスホテルに移ろうかという話になった。じゃあビジネスホテルでちょっとゆっくり、湯船に浸かってリラックスしましょうということで店を出ようとしたその時ですね、ガラガラっと一人の男性が入ってこられたそうなんです。この男性っていうのが実は渡辺さんの非常に古くからのお友達だったそうなんですね。思わず渡辺さん立ち上がって「おお久しぶり!」そう言いますとですね、向こうの男性も気づいて「おお渡辺君!」うわ久しぶり、ここで何してんの?」みたいな話になる。で盛り上がってるんですけれども、その横でですね田辺さんもなんか驚いてられる。どうされたんですか田辺さん。そう言いますとですね、いや僕田辺その人もその男性に向かってそう言うんですね。そうしますとその男性、あれ渡辺君だけじゃなくて田辺君までいるの、あれその横木村君、なんとですね6人の人全員の知り合いだったそうなんです。もう本当に宝くじが当たるぐらいの確率ですけれども、そんなことがあったそうなんですね。そしてみんなでうわ懐かしいでところで田辺さんはどういう知り合いとか、いや渡辺さんこそどういう知り合いですか。この紹介をする前にですね、この男性が「いやいやちょっと分かった分かった、一人一人説明後でするから一旦ちょっとご飯食べさせて」っていうので「ああじゃあちょっと座ってみんなでもう一回ご飯食べよう」みたいな話になったら、早速その入ってきた男性がですね「とりあえずチャーハン4人前お願いします」そういうそうなんですよ。ところが他の人たちはもうお腹いっぱいですから「いやいやそれずつちょっと頼みすぎもう私たち食べないんで」って言ったら「僕一人で食べれるから大丈夫で餃子も6人前お願いします」どんどん注文しだすそうなんです。日本酒もちょっと何本か持ってきてくださいとか。他の人はもう食べられないのに、その男性来たもの全部を順々に食べていくそうなんですよ。でその食べっぷりに圧倒されて、うわーなんか久しぶりに会ったらすごく大食いになってるねなんて話をしながらですね、みんなで気持ちよくその男性を見てた。そうしますとその男性も来るなりずーっと食べてる、飲む、すごい勢いでどんどんと、食事を、終えていくそうなんですね。そしてあらかた食べ終わった時に「ああお腹いっぱいになった、ありがとうありがとう、みんな久しぶりに会えて嬉しかった、じゃあ」ということで突然席を立って店を出て行ったそうなんですよ。それを見た6名はですね「うわいやいや気持ちよかったな、なんか食べっぷり、いや待てお金払ってないよ」ってなって追いかけようとしたんですけれども、皆さんもわだかまりも解けてですね、非常にいい空気になってるんで「いやいやいやもういやいやもうおごってしまおう、せっかく久しぶりに会ったんだからいいじゃないか」という話になって、そのまま皆さんビジネスホテルに行ってお休みになられたそうなんです。次の日の朝になって皆さんで山に戻ろうとなった時に、車を運転している木村さんがですね「みんな乗ってね」乗せたままずっと山に向かうわけです。そうしますとこの渡辺さんが「いや実はちょっと失礼なこと言うようで申し訳ないんやけど、昨日会った男性、丸坊主で眼鏡をはめて、ちょっと痩せてた、ちょうど私を痩せさせたような、感じの方だったそうなんですけれども、あの人の名前が思い出せない、そう言い出すそうなんですね。いや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 、あんだけなんか懐かしいとかって言ってたのに名前覚えてないんですか。隣にいる田辺さんがそう言う。いやあの人の名前はほらごめんなさい私もちょっと名前何でしたっけ、そんな話をしだす。そうしますと木村さんがですね「いやいやお二人今なんかスキンヘッドで眼鏡はめて痩せ型って言ってましたけどそんなことないですよ。太ってられましたよ。そして髪型も別に普通でしたよ」そう言うとまた他の方が「いや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 ロングヘアだった」そんなことを言う人もいる。どうやら渡辺さんと田辺さんだけが、一緒の男性を見てるそうなんですけれども、他の方たちにお話を聞くとどうやらビジュアルが違うそうなんですね。これも大変不思議。そこで渡辺さんがですね「いやちょっと一度居酒屋に行ってなんかちょっと聞こうか」そんな話になった時に運転をしていた木村さんがですね実はもう怪談話が大嫌いですから、もう私のことももう見るなり「うわ怪談するお坊さんか」と思われたみたいですけれども、もうそんな話をやめて、もしかするとこの6人が存在しない人を見てですね、なんかそれでお化けだったとかいうオチなら怖いんで、しかもこれから山に戻って、山の上っていうのは電気設備の皆さんが工事をし終わるまでですね真っ暗なわけですね。ですからもうそんな話はやめて怖い話
得意じゃないから木村さんがそういうのでじゃあもうこの話はやめようということでその場でその話がなくなったそうなんですけれども、ずっと渡辺さんは気になっていた。みんなで幻を見たのかな、そう考えてふとそういえばレシートがあると思ってレシートを見たそうなんですね。そうしますとちゃんとチャーハン餃子っていうのが大量に注文されてる。間違いなくあの男性はあの店に来て、幻を見たんではなくてちゃんと食べ物を消費して帰ってるんですね。ということはお化けだなんだではないなと、その時渡辺さんは思ってられた。そして皆さんプレハブに戻ってからですね、この話をするのは全部の工事が終わってからにしようとなってたので、ちょうど私がそのタイミングでお声をかけたという形になるんですね。でその後プレハブに戻られたその日にですね、寝てますと深夜にバタ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 という大きな音がしたそうなんです。なんかうるさいな、目を覚ましますと、大雨が降ってたそうなんです。でこういう時にはこの角部屋の渡辺さんがちょっと不利になるんですよね。上はバタバタバタとしますし、壁の方からもバタバタ音がしますから、雨が打ちつけて非常にうるさくて寝れない。困った渡辺さんは LED ライトを1本持ってですね、窓を照らしながら雨が止まないかな、ちょっと空を覗こうとされた。覗こうとするんですけれども、雨の勢いでですね、なかなか上までライトも届きませんから、暗くてわからないか諦めて寝ようとしたその時ですね、遠くの方に光がポツンポツンポツンと光ったそうなんです。その光っていうのが斜めにポツンポツンポツンと光ってる。あれ、あんなところに電気があったかな。これ電気設備の皆さんはそうらしいんですけれども、だいたい遠目でもですね、あれが LED のライトなのか、あるいは裸電球なのか、電気の大きさはどのくらいのものなのかっていうのがだいたい判断がつくそうなんです。ところがですね、不思議なことに渡辺さんがずっと見てましても、その光源が何なのかがよく分からなかったそうなんです。だんだんと気になった渡辺さんはカッパを着て長靴を履いてその光のところにずっと歩いていかれたそうなんですね。ずっとどんどんと LED ライトだけを持ってですね、ずっと近づいていくとだんだんと雨が少しマシになってきた。マシになってきた、もうちょっと近づいてみようと思ってずっと近づきますとですね、どうやらその光が揺れてるそうなんです。横にずっと揺れてる。おそらくあれは火だなと思ったそうなんです。ライトとか電気ではないんですよね。もう LED とかではなくって確実にあれは炎だな。だとしたらこれ非常に危ないですから、しかも建物を建ててる工事の近くなのでこれは注意した方がいい、そういうふうに思われて渡辺さんさらに近づいていった。そしてずっと見ますとだんだんと、その光の様子が分かってきたんですけども、その様子が何かって言いますと人間なんですね。人間が手を高く上げて松明を持ってる。だから揺れてたんですね。でそうか、火か、松明の火が、ちょうど遠くから見えて揺れてたんだなと思って、さらに渡辺さん近づいて「おい、そこで火を焚いてる方おられますけれども、ここで火やっちゃダメですよ」大きな声で注意したそうなんです。そうしますとずっとこの松明を持っている人一歩一歩動いてたんですけれども、その動きがピタッと止まってですね、急に立ったままの状態で何人かの人たちが坂の尾根といいますかね、それにずっと並んでられる。不思議な光景だな。もしかするとこの近くで祭りでもあるのかなというような光景。それでずっと近づいていってもう一度ライトを照らしますとですね、一人の男性がパッとこっちを見たそうなんです。でそのこっちを見た男性のところにライトを照らしますとですね、なんと昨日居酒屋で会った男性だったそうなんです。いわゆる丸坊主で眼鏡をはめて痩せ型の男性。昨日会った人だと思ってちょっと渡辺さん安心してですね「おい、昨日会った渡辺です」、そんなふうに声をかけられた。「昨日ほら居酒屋で会いましたよね。こっちちょっとごめんなさい、名前を忘れたんですけれども僕です渡辺です」と声をかけられた。そうしますとその松明を持ってこっちをじーっと見てる方、何か返事をしてくれるかなと思ったら全く返事してくれないんですね。おかしいなと思って他の方を照らすと、他の方は真正面を向いて松明だけ持ってたんですけれども、光をずっとチラチラやるとそれに気づいたのかパッと全員がこっちを向かれたそうなんです。その全員がなんと同じ人だったそうなんですね。全
全く同じスキンヘッドに眼鏡をはめて痩せ型の男性、居酒屋で会った男性だったそうなんです。全員が全員そんなことあるわけがない。それにびっくりした渡辺さんはですね、このままプレハブに戻ろうということで走ってプレハブに戻ってこられた。で、うわー助けて、そんな大声を出しながら戻られたので、プレハブの方でもですね、皆さん寝てられたんですけども、起きてどうしたどうした、ライトがついた。そしてプレハブに戻った、いや後ろのなんかライトあるでしょって言って皆さんに見ていただくと、もうその松明は消えてたそうなんです。いや実はね、居酒屋で会った男性が列をなして説明するんですけれども、これは木村さんが制止しましてですね、いやいやもうそんな話はやめてくれって言われたので、そこで話が終わってたんですけれども、一体ですね、松明を持っていた男性、男性の正体は何だと思いますかという質問を、私が受けたわけです。で私もこのお話を聞いて、なんかちょっと気味が悪いといえば気味が悪いですけれども、何なんでしょうね、そう言ってると、ちょうどそこにおられた工務店の方がおられたんですけれども、この方がですね、ああそうか、やっぱりそんな奇怪なことが起こるんだな、突然おっしゃるんですよ。どういうことですか、私がお聞きしますとですね、いや実はですね、木を切る切っていい木、切ってはダメな木のマーキングをこの方しに行っておられた時にですね、祠のようなものが山の中にあったそうなんです。でところがなんですよ、これ両手両足を本当にフルに使って登らないといけないような山の中に木と木の間に祠があった。実際そんなところにお参りする人もいないでしょうし、こんなところに祠があるのは不思議だなとそう思われたそうなんですけれども、大体これ工務店の方ですから見ると大体の年月日が分かるそうなんです。この年月日といいますのはその祠が作られた大体の時期ですね。木でできてると随分古いもんなんでしょうけれども、セメントで作られた屋根だったそうなんです。ですからそこまで古いものではない。そしてセメントの種類とか傷み具合で、大体この時にお聞きしたのはおそらく昭和の終わりの方に建てられたのではないかな、そう推測されたそうなんですね。で覗き込みますと、そこにですね、山神、山の神様ですね、山神と書いたお札とか、あるいは石に彫ったものがたくさん入ってたそうなんです。でもしかすると山の神様が怒ってですね、出てきたんではないか。なぜ怒られたかと言いますと、実はこの工務店の方が、このお祠が出てきたので会社に電話をしてですね、上司にこれ潰すのに一旦、ご住職かあるいは、なんかどっかの神社の宮司さんに来ていただいてお祓いした方がいいんじゃないですか、電話されたそうなんですけども、もうそんな予算もないから全部潰してしまえと言って、実は潰してしまってたんですね。だからもしかすると神様が怒って出てきたんではないかな、そんな心配になってきたな、そんな話をされるんで、そう、じゃあもしかすると神様が何かを知らせに来られたのかもしれませんね。そこで話は終わったんですけれども、この工務店の方がですね、もし三木住職よかったら祠をもしまた、きれいに立て直すという話に仮になった時に、中身のお札とかを作っていただけませんか。そんなふうなことをその場で言われたんですね。もちろん分かりました。もしなんか新たに祠を建てるようなことになればですね、私も協力させていただきますんで、またお声掛けいただきましたらなんて話で、その場を終わったんです。それからしばらくしますとですね、この男性からお電話をいただきまして、どうされたんですかっていうと、もう今すぐにお札作ってくださいおっしゃるんです。でも今すぐって言われましても、私もなかなか京都で、いる時にはいろんな仕事がありますから、すぐにっていうのは難しいですって言ったんですが、いやそれなら三木住職も睡眠時間を削ってでも作ってください、しきりにそうおっしゃるんですね。でなんか急な何かがあったんですかお話しますと、いやとりあえずもう今行っていいですか、来られましてね、お寺に。ちょうど私もその時に京都のお寺にいましたんで、お会いしますとですね、なんとなく言いづらそうに、いや実はですね、山を削った建物ありますね、あれ実は他にも建てる予定があったんです。でその建てる予定の次の山っていうのがこれなんですよねって言って、山の住所を見せていただいた。そうしますと、そうですか、とある県の山なんですね。でここに建てられるんですかって、いやそうなんですけど建てる予定なんですけれども、この住所を見てなんか察しがつきませんか、そう言われたんです。
私は見る限り、いやちょっとなんか分かりませんねって言ったら、いやじゃあニュースを見ていただいたら分かるんですけれども、今山火事の最中なんです。そうおっしゃるんですね。もしかすると山の神様が怒って、もうこれ以上山を削るなというので火をつけたんじゃないか、なんとなくそう感じたんですっておっしゃるんですね。確かにあの時の松明を持ってられましたから、怒ったらそれをつけるんじゃないか。でそちらの山にも実は祠があったんですけれども、2回目になるんですけれども、その祠もやっぱり潰してしまった。でこれは会社の方でもですね、もしかすると、山の神様の触りかもしれないということで、三木住職に、2セットですね、作って、祠を2つ作ろうという話になったんですということでしたので、私もそれを聞いて慌ててですね、じゃあ分かりました、今晩はもうちょっと寝ずに作りますのでということで、作り終えて、次の日のちょうど、午前中に、これをお渡ししたんですけれども、その日のうちにその山火事は鎮火したんですね。ですからもしかするとあの時の松明を持った人たちが神様でなぜあの時火をつけなかったかというと、もしかするとですよ、これはもうあくまで私の予想なんですけれども、前日に居酒屋で、たくさんのものを食べていただいて、それがお供代わりになってですね、で、お金を払えともしあの時言ってたら、松明が、下にかざされてですね、その山が燃えてた可能性もあるんではないかなというふうに思うんですけれども、神様の中にもですね、私たちによく罰を与えるということを聞きますけれども、実際にお経の中には触りというふうにな言葉で出てくるんですけれども、やっぱり私たちがですね、神や仏に何か嫌がられるようなことをしてしまったり、この矢をよろずの世界でですね、人間の都合だけで突っ走ってしまうとですね、やはり神様方も困って何か合図を送られる、その合図が山火事となって今回出たんではないかという、あくまでこれは私の予想ですけれども、ただ一点言えることは、やはり神や仏はこの世に存在するんではないかな、そんなふうなことを思わせていただけるお話でございました。皆様もですね、神や仏が本当にいるかどうか、もちろん目には見えなくてもですね、手を合わせるということをしていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日は、岩手県の水沢江差にございます、妙法寺様から、怪談説法を送らせていただきました。どうもありがとうございました。